アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていきますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回の動画ではインディアンモーターサイクル、実はデザイン、車両コンセプト過渡期ですよと、めちゃくちゃ今面白い時期ですよというお話をさせていただきたいと思います。インディアンモーターサイクルという会社の歴史に関してはまた別の機会で振り返っていきたいと思うんですけれども、今現在販売されているインディアンモーターサイクル車両たちは2014、15年からリリースされておりますポラリスインダストリー時代という枠組みになるんではないでしょうか。ポラリスインダストリーが手掛けるインディアンモーターサイクルの時代が始まって約10年ぐらい経つんですけども、今ね始まった10年、そして変わっていく今後ちょうど過渡期になってて、その辺をね紹介したいんですが、2021年にインディアンの新しいクルーザーモデルとしてチーフシリーズ、こちらですね、空冷のサンダーストロークエンジンを積んだチーフシリーズがデビューしたんですけれども、これねもう発表になる前、写真が出回ってる段階からね、あれなんかこれ形めっちゃ凝ってるぞと。特にね見てください、このフレームの首の部分ね、こことか、あとはね空冷のエンジン、最近のねビッグボアの空冷のエンジン、V 型のエンジン、ハーレーダビッドソンそうなんですけど、大きいオイルクーラーとかがついて空冷エンジンなんですけどちょっと幽霊入ってるみたいなのが多いんですが、新型チーフ出た時びっくりしたんがね、もう本当にねスカスカなんですよ。エンジン周りめちゃシンプル、フレームワークもめちゃシンプル、バイク自体の作りがめちゃくちゃよくわかるような、そんなスタイルになっている新型チーフシリーズかつ、このカラーリングもそうなんですけど、前後フェンダーもちょっと短くなったり、カスタム車両の雰囲気も醸してるぞという車両が2021年新型チーフでデビューしまして、その次ニューモデルとしてデビューしたバイクでいくとインディアンのスカウト、これが2024年の発売になってます。新型スカウト、これもねフルモデルチェンジしたんですけど、見てください、シルエットはねこれ旧来のスカウト伝統的なスタイルそのまま継承してるんですけど、この辺見てください、ここね、このチーフと同じフロントのフレーム、ここですね、ここの形がねチーフに共通するコストかかってるぞと。あとはね個人的に見てほしいのがここね、ここの曲線、この辺また新型スカウトをご紹介する動画で詳しくお話しするんですけども、この10年インディアンモーターサイクルポラリスインダストリー化のインディアンモーターサイクルデザイン変わってきてるぞというところで、今日はキーパーソン紹介したいなということで、この人です。誰やねんと、スウェーデン出身のオラ・ステネガルドさん。この人今インディアンモーターサイクルのチーフデザイナー、デザイン部門の責任者なんですが、2018年からインディアンに来てはって、この人が指揮を執って新型チーフと新型スカウトという感じで毛色が変わったインディアンの雰囲気を作っているぞという感じなんですが、このねオラ・ステネガルドさんね、インディアン入らはる前、これ見てください、この後ろに乗ってるこのバイクね BMW ですね、 R90 というバイクで、近年ね BMW のネオクラシックバイク非常に大ヒットしてるやつです。これを手がけてはったり、あとはねこれですよ、誰もが知ってる S1000WR、 これ左右非対称なフェイス、非常にインパクトがあるバイクなんですけど、これもね手がけはったんがオラ・ステネガルドさんだということで、実力は折り紙付き、 BMW でもバイクシーンでもどちらにも大きなねインパクトを残した BMW のバイクデザインしはったという人が今インディアンモーターサイクルやってるよと。本業はねこっち系の人なんですよ。ちっちゃい時からバイクを切ったり貼ったりして自分でチョッパー作ったり、カスタマイズしたバイク作って乗ったりしながらも、今ねインディアンでデザイナーさん、チーフデザイナーやりながらもカスタム工房の主催もしてはるんで、根っからの
カスタム好き、根っからのカスタムアメリカンバイク好き。この人ね、毎年ね、カスタムシーン大好き、日本のカスタムカー、カスタムバイクの文化大好きということもあって、横浜ホットロッドカスタムショーっていう、世界的にも有名な、アメリカンカスタムのお祭りみたいなのが毎年1月に横浜であるんですけども、これね、毎年プライベートで来てはりますから、プライベートで見に来るぐらいこのカスタムシーン大好き、アメリカンカスタムシーン大好きという人なんですね。しかも横浜ホットロッドカスタムショー、日本の世界的なイベントの大ファンっていうのも同じ日本人としても非常に嬉しいです。ちなみに僕はオラさんと1回生で会って話したことがあって、2019年にね FTR オーナーズミーティングっていうのがあって横浜であったんですけど、それ僕行ってきたんですが、その時にね、見てください、これちょっと顔疲れてますけど、この時はまだ新型チーフが出るとか新型スカウトが出るとか全くそんな話ない時代、もうシンプルに FTR が発売開始されたよというぐらいの時期やったんですけども、フリータイムで質疑応答コーナーみたいなのがあって、せっかく有名人来てるんでなんか質問ある人直接いいよみたいな時間があったんで、オラさんにね、オラさんが今手掛けてるプロダクトいくつありますかって聞いた。5個ぐらいあるよと。実はその5個はねっていうネタバレをしてくれそうな時に他の人が来ちゃったんで、オラさんがニコニコしながらお口チャックでまたねみたいな感じだったんですよ、2019年で。そこから2年後に新型チーフ出まして、あ、これかと、オラさんのプロダクトこれかと、さすがにかっこいいぞと。3年後2024年新型スカウトデビューで、あ、これもオラさんやと、オラさんが手掛けた新しいインディアンのデザインやということは、あと 2,3 機種はあるやろうなと。もしかするとまた新しいねフルモデルチェンジでインディアンのバイク出るかもしれないですし、この辺もねインディアン非常に今デザイン的にも面白い感じになってきてるんじゃないかと思います。ちなみにこれ新型チーフのコンセプトのスケッチなんですけど、これねタンクとエンジン非常にシンプルにまとめてあって、ここのネックの部分ね、これコンセプトのスケッチ通り商品化されてますから、オラさんの本気も熱意も分かるし、それを商品にしちゃうインディアンの本気度いいと思います。なかなかここに普段見えへんところにコストをかけられるのは本当にすごいといいと思います。あと変わらないモデルたちの中でも2021年以降は車両のカラーリングなんかも結構変わってきてて、これも多分オラさんの思う新しいインディアンのスタイル、既存のモデルでも新型モデルでも表現してきているんじゃないかなと思います。これね、また今後新モデル出るとしたらまたかっこよくてシンプルで面白いモデルになると思いますので、その辺今後のインディアンもね是非注目してください。今回はインディアンモーターサイクルデザインのキーパーソンというところでお話しさせていただきました。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、あとはこんなトピック取り上げてほしいなありましたらぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。